おはようございます。エンドラです。本日は7月の20日日曜日です。本日も快晴です。絶好の歩き遍路日和と言いたいところですが、こんだけ天気が良ければ今日も暑くなることを覚悟しなければいけません。涼しいうちから歩き始めたいので朝早くに出発したんですが、朝食食べる場所を探してたらなかなか見つからなくて、結局ドトールでモーニングをいただきました。こんなので足りるんでしょうか。今回歩く区間はコンビニとかもたくさんありますからね。万が一の時には途中で何か買うことにします。はい、では電車に乗って紅葉台駅に向かいます。昨日は飛行機が遅れちゃったので、予定してた、距離が6キロぐらいショートしちゃってるんですよね。今日それを回収したいところですが、プラス6キロっていうと相当歩かないといけないんで、多分無理かなと思います。とにかく歩けるとこまで歩きましょう。ではスタートです。本日は7月20日日曜日です。ただいま6時40分ぐらいでしょうか。昨日は暑くてバテちゃったんで、今日は少し早めに出て、涼しいうちになるべく距離を稼ごうと思います。というか昨日ずいぶん早く終わらしちゃったんでまだ円明寺まで、5、6キロぐらいあるんですよね。この時間でしたらちょうど円明寺8時ぐらいに着くのかなと、そういうタイミングの電車で、紅葉台の駅からスタートしてます。今日も最高気温33度予報ですけど、熱中症にならないように適度に休みを入れながら歩いていこうと思います。それでは一日よろしくお願いします。今日は参拝する予定のお寺が多いんですよ。5か寺か6か寺ぐらいあるのかな。とりあえずその中で、大山寺までは涼しいうちに行きたいので、急いで歩いていきます。瀬戸内リゾートホテル、こんなホテルありましたっけ。なかなかおしゃれですね。はい、海の方に出てきました。いい景色です。ここで、ドローンちょっと飛ばしてみましょうか。まずはおなじみのズームアウトモードです。私このモード大好きなんですよね。景色のいいところでこれを使うとなんかすごくいい映像が撮れたような気がしてね。こういうところでは必ず1枚撮る映像モードです。そして昨日私がポンコツすぎて、撮影ができなかったマニュアル操作での撮影にトライしてみます。これは今ジョイスティックを使って、マニュアルで、上空まで上げて、上空でドローンの角度を変える。その位置でドローンをぐるーっと回してみます。いやなかなか、人間目線だと見れない景色で壮観ですよね。で、この後下を向けて私が映るでしょうか。映りましたジョイスティックのとこにモニターがあるので、そのモニターで確認しながら飛ばすことができてます。なんとか基本的な操作を理解できたので、これからは連動を上げる努力をしましょただいま7時ちょうどぐらいです。いやー気持ちいいですね。この時間だとまだそんなに暑くないし、今みたいにこの日陰だと涼しいですよね。いやー海は綺麗だし天気はいいし、さっきエミさんのストーリーズ見てたら徳島は今日雨みたいですけど、こっちはすごくいい天気です。いやー本当に申し訳ないですね、晴れ男で気持ちいい、気持ちいいなんて言ってもあの辺からもう日向になるんでまた暑くなるんでしょうけど、ここか。ここのドライブスルーで何か買って、ここのベンチで海見ながら休憩したいなんて1巡目も2巡目も思いましたけどね。今日は朝が早すぎて空いてません。そしてこちらカフェトレイン、こっちで食事されてる方ちょいちょい見かけますけど、やっぱり朝早くて空いてないんですよね。残念。ここは右に入って円明寺の方に向かいます。ただいま7時50分、円明寺まで残り1キロぐらいのところまで来ました。歩いてる速度はだいたい時速 4.5 キロぐらいですかね。撮影しながらということを考えれば、そんなに悪くない速度で歩けてるんでしょうか。だんだんと暑くなってきました。
30度近くにはなっちゃったっぽいですね。日向ばっかりになってだんだん辛くなってました。熱中症にならないように塩を舐めたり休憩したりしながら歩いていこうと思います。逆打ちはとにかく道迷いが怖いんですが、このちょいちょい出てくるケンさんの逆打ちステッカー、これに助けてもらいながらどんどんと進んでいきます。ケンさんありがとうございます。53番札所円明寺に到着です。はい、円明寺の参拝が終わりました。続いて52番大山寺に向かいます。大山寺までは2キロちょっとなので30分ぐらいで着く予定です。53番円明寺参拝が終わりました。なんか久々に参拝した感じですね。はい、それでは、52番大山寺に向かって歩いてます。大山寺は確か一の門くぐってからが長いんですよね。1巡目の時も2巡目の時もなかなかつかないなーって思った記憶があります。あの辺なぜかちょうど疲れてる頃なんですよね、大山寺って。なんでしょう、タイミング的にそうなっちゃうのかですけど、今日はまだ今8時半なのでまだ元気いっぱいです。暑くなる前に大山寺へ終わらせちゃいましょう。あと30分40分ぐらいでしょうか。急ぎます。大山寺の最初の門が見えてきました。1巡目の時はここでもうほっとした記憶ありますけどね、これが1の門です。ここからが長いんですよね。向こうの方に2の門が見えてきました。1巡目の時はさすがにこれで大山寺かと思った記憶ありますが、こっからが一番長いんです。ただいま9時。やっぱり2の門くぐってからが長いですね。まあ1の門から長いんですけど、特に3門くぐるとなんかテンションがこうなんていうんだろう、着いたーっていう気持ちになっちゃうんでしょうか。そこからの距離が500何メーターなんて書いてありましたけど、もっとあるような印象ですね。日陰なのが救いですけど、きつい。頑張ります。やっとここまで来ました。長ズバで手と口を清めて最後のこの石段を登って三の門に向かいます。これがなかなかきついんですよね。三角寺ほどじゃないですけど、もうヒーヒーホーホーでやっと到着です。52番札所大山寺です。大山寺の参拝が終わりました。大山寺の本堂はなんと国宝です。せっかく行ったんならじっくりと味わっておきましょう。はい、駐車場の奥にトイレがあるので、ここでトイレ休憩を済ましたらリスタートです。ただいま9時55分、52番大山寺参拝が終わりました。農協もいただいて、これから51番石手寺に向かって歩いていきます。そろそろお昼ご飯をどこで食べるのか、考えなければいけないんですが、実はフォロワーさんから耳寄りな情報をいただいたので、ちょっとそこのお店に行ってみようかなと思います。フォロワーさんっていうのはスネドラメンバーのマメタンさんのことなんですが、マメタンさんが働いているお店がほぼ遍路ルート上にあるということで、タイミングが合えば寄ってみようと思います。石手島で残り 10.8 キロです。いい道ですね。この辺だったらドローン撮影できそうです。まずは前からのフォローモード、それから後ろからのフォローモード、最後は景色を映すためにサイドからのフォローモードです。こんなのを全部ワンタッチで自動追尾してくれるんですから、本当に大助かりです。道を間違えてないか順打ちの遍路札をまめに確認しながら歩いていきます。これ逆打ちだと大切なんですよね。ここはマシソンさんの母校松山北中学校です。このマーク、これが災害時給水地点のマークだったんですね。私最初知らなかったんですけど教えていただきました。ありがとうございます。これはもしかしてやっぱそうだ、チャーミングショップ系です。
1巡目の時に、見て驚きましたが、なんと閉店しちゃったみたいですね。結局中にも入らないで終わってしまいました。残念。石手島で残り 8.8 キロ、なかなか進みません。ちょっと歩き覚えのない道ですね。どうも道迷いしてしまったみたいです。ただいま10時38分です。石手寺に向かって歩いてるんですけど、ちょっと道迷いしてるかなっていう感じです。1巡目も2巡目も、このルートあんまり得意じゃないんですよね。なんとなく正規のルートに戻った気がします。この辺ドロー撮影できそうですね。ちょっとチャレンジします。なんかだんだんと似たような構図の映像ばっかりになってきてちょっと面白みがないですね。新たなモードも覚えなければいけないようです。でもこうやってドローン撮影してると一人で歩いててもなんとなく同業2人っていう感じがして楽しいんですよね。辺の道はこっちでいいんでしょうか。元の道に戻ってきてるつもりでいますが大丈夫そうですね。この辺りは1巡目の時に通った道なんですけど、やっぱり初めてお遍路した時のことってすごく印象に強く残るんですよね。なのですごく懐かしい感じがします。ここは確か志津川池でしたっけ。大山寺からここまで 3.9 キロだそうです。はい、196号線に出てきました。暑い。ただいま11時10分、国道196号を歩いてます。国道出てくると暑い暑いな。今時計の温度が34度なんですけど、これ昨日よりも暑いかもですね。いやー、国道やっぱりアスファルトの照り返しでしょうか。ここのお店ですね。豆団さんが働いてるの麺どころ山木さんです。昼は麺どころ、夜は洋食酒場になるようです。いやー、ここでじゃあ今日ランチをいただきましょう。すいません。どうぞどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。一番多いのがやっぱりサラリーマンの方とかですか。そうではなくて。平日はサラリーマンっていうか、ここら辺のお勤めの方多いですけど、どれも美味しそうですが値段が安いのに驚きです。丼物や定食もありますね。どれにしましょう。結局これを食べたんですが本当に美味しくて驚きでした。なんかおしゃれですね。居酒屋っていうよりそうですね。レストランみたいな酒場感じ。って言ってますけどね、イタリアン酒場って言ってますけど。おしゃれですね。美味しいです。私が言うのもなんです。いやー、ここは安いしうまいしでもう文句のつけようがないですね。すみません、ありがとうございました。この目的でお呼びしたんです。いえいえ、本当にすみませんでした。申し訳ないです。いやー、どうもありがとうございました。ごちそうさまです。ランチもたらふくいただいてビールも1本飲んじゃって、結局全部お接待でタダにしていただいちゃってですね、本当に感謝です。ごちそうさまでした。ただいま12時7分、今そこの麺どころ山木さん、姫原店っていうのかな、でランチをいただいてました。第1回のスネドラオフ会 in 松山、あの時にいらっしゃった、豆炭さん、それから、ミッチーさんが働かれてるところで、ほとんどルート上、ここのルートって何パターンかあるんで一概には言えないんですけど、ほぼルート上にあるのでですね、タイミングがあったらちょっと寄ってけばっていうことを言われてたんですけど、お寄りして食事いただいたんですが、結構ね、安いのに本当にうまかったです。忖度なしでうまいです。たまたま自分が食べたのだけなのかもしれないですけど、ただ多分どれもうまいですね。しかも安いで、うまいっつってビールも1本飲んじゃったんですけど、それじゃ最後お接待ということでですね、
これだったらちょっとたかりみたいな感じでね、非常に申し訳ありませんでした。ぜひ次お会いした時には何かお返しをですねさせていただきます。いやーでも本当にいいお昼、昨日はお昼がろくに食べれなかったんで、いいお昼いただきました。あといろんなお接待もいただいたんですが、わざわざ私のためにお茶を凍らして、置いてくれたということで、こんだけ暑い時にこの凍ってるお茶、いや本当助かりますね。最高のお接待です。よし、じゃあこれで午後も頑張れそうなんで、一丁石手島でピュピュッと歩いていこうと思います。じゃあ午後もよろしくお願いします。あまりの暑さにバテかけてたので、このランチでのお接待は本当に身に染みました。豆炭さんありがとうございます。感謝感謝、本当に感謝です。一昨年の夏もクリッシュでしたよね、はいはい、あれ一昨年ですよね。あ、去年の7月とか去年でしたっけ、うん、去年の今頃か。はい、どうもありがとうございました。頑張ります。あ気をつけてりがとうございます。しばらく歩いたところでまた視聴者様からお声掛けをいただきました。暑さでバテそうになると誰かが助けてくれる、本当に歩けんのはいいものです。ありがとうございました。はい、ただいま12時半ぐらいです。先ほどそこでお接待をいただきました。なんとこのご夫婦お接待3回目です。3回ですよ。すごいですよね。いやもう本当にもう感謝という言葉では表現できないような気持ちです。本当にありがとうございました。しかもいただいたのはこれスネドラファンの人だったらあれと思うかもしれませんけど、実は去年のちょうど7月にもこのクーリッシュいただいた方いらっしゃいましたよね。あの方ね同じ方です。暑いからねクーリッシュ、去年私がクーリッシュもらってすごい喜んだのをきっと覚えてらっしゃったんでしょうね。本当にもうなんかもう感無量です。本当にありがとうございました。大切に飲ませていただこうと思います。なんかね、私朝もニュース全然見てなくてシャワー浴びて着替えてバッと出ちゃったんですけど、なんか今日こっち警報出てるみたいで、暑さでね、くれぐれも気をつけて歩けというようなアドバイスもいただきました。昨日も若干熱中症気味でしたけど、今日は本当に無理しないで、もう場合によってはかなり手前でね切って早めにホテルに戻って一っ風呂浴びて昼寝でもしたいですね。問題のない程度に頑張って歩こうと思います。今日は本当に暑いので、もうこういうお接待が本当助かります。ありがとうございました。石手島で残り 2.8 キロです。頑張りましょう。あ、これ1巡目も見ました。インコがたくさんいるんですよね。この数驚きです。すごいですね。はい、道後のアーケード街にやってきました。映像は人通りの少ないタイミングを見て撮ってるんですが、それでも結構人多いですよね。やっぱり3連休だと大勢の観光客が来ているようです。ここ何屋でしょうか。本場のオレンジジュースが飲めるみたいですね。ちょっとここで休んでいきましょう。味の濃いオレンジジュースをいただきます。ちょっとお高かったけどもとても美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは再び歩き出します。ただいま13時44分、もうあと15分ぐらい行くと石手寺でしょうか。道後温泉に入ってからちょっとゆっくりしてたら遅くなっちゃいました。今日はどうやっても当初行こうと思ってた文殊院まではもう 100% 無理ですね。というかそもそも昨日マイナス6キロぐらいで終わっちゃってるんで、今日もしそれをやるとすると今日1日で34キロぐらいやらないといけないんですけど、この暑さの中34キロは無理ですね。
34キロどころか当初予定してた24キロ、じゃあ28キロ、これも正直ちょっと難しいかな。そうなると次の区切り打ちの時に持ち越す距離が長いというか、次は熊高原行かないといけないので段取りが組めるかな。結構厳しいかもしれませんね。まあそんなこと今言ってもしょうがないので行けるところまで歩いています。次回の区切り打ちは熊高原を抜けて内子の辺りまでは最低出ないといけないので、スケジュールの組み方がちょっと難しくなってきました。ここから入るんじゃなかったっけな。こんな雰囲気だったっけ。しかも立ち入り禁止になってたので多分ここじゃないですね。と思ってまっすぐ抜けたんですけど、どうもやっぱりさっきのところみたいです。戻りましょう。立ち入り禁止なんでだろう。多分あそこに重機があるから危ないっていう意味なんでしょうけど、今日は、週末でお休みなので重機も動いてないんでですね、ちょっと入ってみました。石手寺裏の、縁の道逆打ちで降りてますけど、今日何人も歩いてるのかクモの巣もほとんどなくて歩きやすいですね。まあゼロではないですけど、だんだん疲れてきました。石手寺見えてきました。あとちょっとです。気をつけております。石手寺に到着しました。今の道本当に歩いてよかったのかなと思ったんですが、こっち側には立ち入り禁止の札が何にもありません。なのでまあ入っちゃってもよかったんでしょうね。それでは一度山門に回ります。51番札所石手寺です。すいません、焼き餅って一つだけでも買えますか。ただでしたら2枚から承っております。2枚、じゃあ2枚いただけますか。1巡目2巡目ともに食べそびれちゃった焼き餅をやっと今回食べることができました。いやー美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、遍路橋を渡って、今から50番半田寺に向かいます。ここドラえもん健在です。でもちょっとイラストが変わりましたかね。前もこんなんでしたっけ。ここはまたケンさんのシールありました。こっちですね。ここはどうだったっけな。遍路シールを見ながら歩いていきます。こっちだ。でここは覚えてます。ここ左ですね。半田寺の山門が見えてきました。まもなく到着です。50番札所半田寺です。はい、半田寺の参拝が終わりました。続いて49番浄土寺に向かって歩き出します。ただいま3時55分、50番半田寺参拝が終わりました。これから49番浄土寺に向かいます。もう4時ですからね。もうここまで来ると当初目的としてたところがもうとてもじゃないけどたどり着けないで、もうそこは諦めます。で、霧のいいところというとやっぱり久米の駅とかがある浄土寺の周辺ですね。あの辺で今日は終わりにしようと思います。次回はね、どういう風につないでいくのか、当初予定してたところより7キロぐらい手前で終わっちゃってるんで、これをどうにかしないといけないですね。また何か考えます。そしたらあと30分浄土寺まで頑張って歩こうと思います。この区間は路面とか壁に可愛いキャラクターが書いてあるんですよね。そのキャラクターを見ながら道迷いせずに浄土寺まで歩いていこうと思います。はいはい、こんなとこ歩きましたね。キャラクターいました。これ可愛いですけどね、これもちろん問題ないんだとは思うんですけど、なかなかたくさん描かれてます。今回の歩き遍路もあと少しで終わりです。ただいま4時15分、もうあと 1,2 分で浄土寺に到着です。
今日は浄土寺を参拝して終わりにしようと思います。ここだと近くにバス停も、電車もあるんでね、次リスタートするのがやりやすい場所の一つです。ただスケジュールね見直さないといけないですけど、いやーでも今日も結局最高気温34度ぐらいかな。猛烈に暑かったですね。いやー参りました。でも8月に比べればマシでしょうか。これにへこたれず、頑張っていこうと思います。今回もお付き合いいただいてありがとうございました。49番札所、浄土寺です。今日はここで終わりにしようと思います。参拝が終わって今最寄りのバス停まで歩いてます。高野湖温泉というバス停なんですけど、あれかな、電車よりもバスの方が先に来そうだったんでバスで戻ろうと思います。伊予鉄は IC カードが使えるようになったんですかね。もしそうだとするととっても便利ですけどね。以前はそこの高野湖の湯、高野湖のホテル前回泊まりましたけどね、今回は、松山市駅連泊してるんで今からバスで戻ろうと思います。いやー疲れた、暑い。高野湖温泉前のバス停から16時52分のバスに乗って松山市駅に戻ります。歩き遍路してるとこういう文明の利器を使った時ってなんか妙に感動しちゃいますよね。はい、松山市駅に到着しました。ホテルに、戻る前に夕食を済ましちゃおうと思います。やっぱり肉食いたいんですけど、お一人様焼肉ができるお店があったのでそこに入ります。円蔵さんです。一人で、黙々と焼肉を食べます。たらふく酒も飲んじゃいましたけどね。今日最終日ですから問題ないでしょうか。おはようございます。今日もいい天気ですが、もう東京に戻らなくてはなりません。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回のお遍路は、約1年後。果たして一体どんなお遍路になるんでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。